こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は自家製のオイスターソース風とケチャップの作り方、そしてそれらを使ったお料理の作り方をご紹介していきます。では早速、自家製のオイスターソース風の作り方をご紹介していきます。作り方はとっても簡単で、お醤油大さじ4、メープルシロップ大さじ2、乾燥舞茸の粉小さじ3、乾燥しいたけの粉小さじ3、それらをよく混ぜ合わせて、あとは3センチ ×3 センチぐらいの乾燥昆布を2枚入れて、よくかき混ぜて冷蔵庫で一晩置いておくだけです。もともとオイスターソースというのはお醤油に牡蠣のエキスが加えられていて、旨味が凝縮されたタレで、そこにコーンスターチなどを入れてとろみをつけられているものになります。で、今回はその旨味を出すために牡蠣の代わりにこちらのしいたけの粉と、あと舞茸の粉を使っているんですけれども、だいたいビーガンオイスターソース風だとしいたけをベースに作られているものが多いんですが、舞茸っていうのはしいたけの旨味のもう何倍もの旨味が凝縮されているんですね。なので今回は舞茸のパウダーも入れています。ただもししいたけしか手に入らない場合は、海外とかで舞茸のパウダーが売っていない場合は、乾燥しいたけをこういったバイタミックスとかで粉末にして使っていいと思います。で、そこに昆布を加えることで、昆布からの旨味エキスもまた出てきますし、あと昆布のとろみが加わるので、コーンスターチなどを入れなくても自然なとろみがついたソースになります。では早速こちらのオイスターソース風を使ってお料理を作っていきましょう。まずは野菜たっぷり焼きそばを作っていきます。フライパンをしっかりと温めたら、まずキャベツを入れていきます。キャベツは火が通りにくいので、このまま蓋をして少し蒸し焼きにしていきます。キャベツに少し焦げ目がついてきたら、塩麹を加えていきます。ここで残りのお野菜も加えていきます。ニラともやしで、今日はキャベツとニラともやしを使っていますが、お好きなお野菜で作っていただいて大丈夫です。人参を入れたり、ニラの香りが苦手な方はニラがなくても大丈夫だと思います。生姜を千切りにして入れても美味しいと思います。焼きそばの麺を加えて、また蓋をしていきます。お野菜の水分で少し麺を蒸していってほぐしていきます。この時に水分が足りないようであれば少しお水を加えてください。麺をよくほぐしていって野菜と混ぜ合わせて、そしてここにオイスターソース風を加えていきます。よく混ぜ合わせてソースを全体に絡めたら完成です。で、ここで味見をして、もし、足りないようであればお塩を足したり、少しお醤油を垂らしてもいいと思います。野菜たっぷりオイスターソース風の焼きそばの完成です。次にきのことブロッコリーの茎のオイスターソース風炒めを作っていきます。きのこは今日は舞茸と白い舞茸、下の方切り落として適当な長さに切っていきます。下の方はほぐしていきましょう。
そして今日はブロッコリーの茎を使っていきますが、普通のブロッコリーやアスパラなど硬いお野菜であれば何でもいいと思います。長さを揃えて切っていきます。フライパンをしっかりと温めていって、まずブロッコリーの茎を入れていきます。みじん切りにした生姜も一緒に加えて、蓋をして少し蒸らしていきます。ブロッコリーの茎に半分くらい火が通ったらきのこを加えていきます。きのこからまた水分が出てくるので、また蓋をして蒸し焼きにしていきます。そして味付けにオイスターソース風と同量のお醤油を入れていきます。きのことブロッコリーの茎のオイスターソース風炒めの出来上がりです。次にこちらの自家製のケチャップの作り方をご紹介していきたいんですけれども、こちらもとても簡単にできて、トマトペースト大さじ4、トマトピューレ大さじ2、塩小さじ1/2、リンゴ酢小さじ3、メープルシロップ小さじ2を合わせてよくかき混ぜるだけです。ケチャップは市販のものは結構砂糖の量が多いのと、あとケチャップが好きな方はいいと思うんですけれども、私はチューブ1本買ってしまうと結構持て余してしまうので、こういう使い切れる量を作って使うようにしています。で、今日はトマトペーストとトマトピューレの量を2対1で入れているんですけれども、もしもうちょっと粗ごしな感じのナチュラルな感じのケチャップを作りたいときはトマトピューレの量を増やすといいと思います。ではこちらの自家製ケチャップを使ったお料理も作っていきましょう。ケチャップではかぼちゃのチリソースを作っていきたいと思います。チリソースはエビチリのソースになるんですけれども、エビの代わりに今日はかぼちゃを使っていきます。グリルをしっかりと温めて少し油を敷いていきます。で、グリルがない方は普通にフライパンで焼いていってください。で、蓋をして蒸し焼きにしていきます。かぼちゃを焼いている間にチリソースを作っていきます。合わせ調味料はお味噌小さじ2にケチャップ大さじ2、唐辛子の粉小さじ1/2を加えます。よく混ぜ合わせておきます。フライパンをしっかりと温めて玉ねぎ加えていきます。蓋をしていきます。生姜のみじん切りとにんにくのみじん切りを加えてさっと炒め合わせてお水を加えていきます。合わせ調味料を加えていきます。で、弱火にして蓋をして玉ねぎが柔らかくなるまで少し置いていきます。玉ねぎが柔らかくなったら一旦火を止めてお酢を入れていきます。ここに水溶き片栗粉を少し入れてとろみをつけていきます。
き混ぜながら加えていきます。そして火を一瞬つけて、しっかりとろみをつけていったらチリソースの完成です。あとはこのチリソースを焼きかぼちゃの上にトッピングしていきます。3品出来上がったので、ちょっと味見をしていきたいと思います。じゃあ、炭水化物の焼きそばからいただいてみます。オイスターソース風の旨味がしっかりと出ていて、さっぱり味なんですけれども、すごく美味しいです。では次にきのこの方をいただいていきます。きのこの方は、お醤油を少し入れてるので、焼きそばよりももう少し濃い味付けになっていて、生姜を一緒に入れてるので、その生姜の香りがすごくオイスターソース風とマッチしていて、これも美味しいです。では焼きかぼちゃのチリソースがけかなをいただきます。チリソースはスイート&サワーで、ケチャップの甘さと、あと玉ねぎの甘さ、そして唐辛子の辛さが加わっていて、そこに土台のかぼちゃのまた甘さが加わって、すごくいい感じに仕上がっていると思います。いかがだったでしょうか？今日は自家製オイスター風ソースとケチャップの作り方、そしてそれらを使ったお料理の作り方をご紹介しました。今日ご紹介したオイスターソース風とケチャップは普通にオイスターソース、そしてケチャップが使われているレシピにお使いいただけるんですけれども、今月のオンラインクッキングクラスではこれらを隠し味に使った多国籍なお料理6品の作り方をご紹介していきます。今回は16日日曜日、22日土曜日、そして29日土曜日の3回に分けて1回2品ずつご紹介していくんですけれども、3回のうち1回のクラスにお申し込みいただくと、残りの2回のクラスについてはクラスの後に録画した動画をご覧いただけるようになりますので、1回の参加費で3回分のクラスの6品のお料理の作り方を学べる、かなりお得な内容になっています。クラスの詳細やお申し込みの方法は下の概要欄のリンクからご確認ください。皆様とオンラインでお会いできるのを楽しみにしております。それでは See you next time!